方がまず分かんない。ザマトレの友和です。そしてアキです。よろしくお願いします。久しぶりです。よろしくお願いします。今日はアキさんに来てもらいまして、対談方式でイヤホンレビューをしていきたいと思います。今日はここに並んでいるイヤホン全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 個あります。今日はこの17個のイヤホンをランキング形式で発表をおかしいなランキングを発表したいと思います。もうアキさん目線ですけれども対談方式で行ってみたいと思います。ではよろしくお願いします。まず最初に、イヤホンのちょっとこの17個のイヤホン一つずつ紹介してもらいたいと思います。はい、皆さん本当にお久しぶりですね。半年ぶり以上もっとかな。そうですね。じゃあちょっとこの僕から見てちょっと左上から皆さんから見たら多分右になるのかな、右になると思うんですけど、ちょっとそこから紹介していきます。まずここにあるのBOSEのクワイエットコンフォートイヤーバッツ2、でごめんなさいこれカバーかぶってるんですけど AirPods Pro の第2世代になります。アップルね、アップルです。でこれはデビアレの、っていうメーカーのジェミニ。デビアレってどこの国のあれでしたっけ？フランスです。フランスです。フランス。はい。でこちらが12月に発売、16かファイナルの ZE、2022年12月ね。はい。こちらがテクニクス、パナソニックですね。AZ60 かになります。日本代表かな今日はこれは日本代表ですね。ちょっとソニーさんが今回ソニーさん今日いないからね。はい。日本代表パナソニックさんで。はい。他にも日本代表は今日のこの中ではね日本代表で。こちらがゼンハイザー、ドイツのメーカーですね。ドイツね。ドイツってやっぱりスピーカーなんかも有名だもんね。そうですね。でこちらもゼンハイザーです。こっちにもいます。ゼンハイザー今日いくつだ？ゼンハイザー今日6ですね。6今日ゼンハイザー用意されてます。ほぼ全てじゃないのゼンハイザー。ドイツ代表で。ドイツ代表今日6人総勢来てます。サッカーでは日本に負けましたけどそうサッカーではね、サッカーで日本勝ったからね。はい。でこちらがデンマーク代表バンガンドルセンです。バンガンドオルセン。多分皆さんアウディ乗ってる人は多分カースピーカーが多分、バンガンドルセンじゃないかなとは思うんですけど、多分僕が乗ってた知り合いの方のアウディもバンガンドルセンだったような気がした。こちらもバンガンドルセンです。でバンガンドオルセンが今日はいくつ？4つです。4つ。バンガンドオルセン4つ。すごいデンマーク代表。はい。もう勢ぞろいですね。4つ。はい。でまた日本代表。日本代表いたまだ。いました。ビクターさん。ビクター。ニッパー君が有名な。多分上の世代の方とか、5、60代の方とかもおそらくこのニッパー君を知らない方いらっしゃらないんじゃないかと思います。ニッパー君が犬ね。スピーカーを聞いてる犬でニッパー君です。盗聴器じゃないですけど。盗聴器じゃない。なんだっけ。ただの蓄音機を聞いてる犬ニッパー。盗聴器捕まります。盗聴器じゃない。違います。唯一のイギリス代表がバウアーズ&ウィルキンスの PI7。これ去年の夏にソニーと同じ時期に出て、かなり衝撃的だったイヤホンだったなと思いますね。イギリス代表。ちょっとね中も少しなんか見ていきたいなと思うんですけど、ちょっと一個ずつちょっとなんか機種もちょっと詳しく言ってみてはいかがでしょうか。じゃあちょっとBOSEから。これ今年まさか出るとはなと思ったので、BOSEのクワイエットコンフォートイヤーバッツ2。2022年の何月でしたっけ？9月発売。28とか9ぐらいだったような気がします。最新モデル今。形状かなり変わりました。ちょっと初代あれば多かったんですけど、かなり大きい感じだよね。かなり存在感がある感じのやつだったけど、今回はまた少しシンプルになりました。25% ぐらい小型化したのかなっていうのはありますね。あとこのイヤーフックがついてくれたっていうのと、ノイキャンはこの中だと多分一番じゃないかなと思います。電車乗ってても本
本当ちょっとアナウンスも気づかない時あるぐらい、まああるあるだよね。そうだね。乗り過ごしあるんだね。でこちら AirPods Pro 第2世代ですね。Apple AirPods Pro ちょっとケースは ESR さんの使わせていただいてます。 ESR？ 中国のケースメーカー。そうですね。形状に関してはほとんどもうほぼ一緒ですね。AirPods Pro 第2世代に関しては中のチップなんかが新しくなって、空間オーディオも今回から、空間オーディオは前から空間オーディオがついてるんだね。チップが H2 に変わったので、ノイキャンが若干少し強くなったかなと。アップルは2倍とおっしゃってましたけど、そこまでいくかなって感じの 1.5 ぐらい見てもらえたらと思いますね。でもだいぶね強いです。もうじゃあ坊主なんかと変わらないような感じなのかな。少し弱いぐらいかなとは思いますね。だから外音取り込みは、おそらくこの17個の中で一番強いと思います。外音取り込み、自然なね、そうですね。アップルの製品すごく外音取り込み自然でね、聞きやすい感じで。多分このメーカーは何と思うんですけど、デビアレってスピーカーが有名で、ファントムっていう独特なちょっと形のスピーカーがあって。どんな形なの？こんなこれを丸っこい形のスピーカーで、アップルストアの、本店じゃねえよ。青山だったっけ？違います。日本じゃなくて海外のやつのアメリカかな、使われてたスピーカーなんですよね。それはデビアレなんだ。デビアレので今回、ハーウェイのフリーバッツプロ2っていうイヤホンのチューニングを手掛けたメーカーでもあります。ノイキャンに関しては音響機器メーカーあんまり強くないんですけど、多分ノイキャンの強さと外音取り込みに関しては AirPods Pro に負けてないです。ちょっと日本代表揃います。でファイナルはファイナルさんに関しては、僕もノーマークでしたね、今年の夏までは。ちょっとこれよく見えるようにしてあげて、これちょっと特徴的な形なんで、すごいんですよ。これ初めて見ましたよ、これこんな形。僕もちょっと最初5月ぐらいにドイツでミュンヘンで展示会が行われてるって形で、ちょっとこれはわかります？こんな形。そうこれ右だからこうなるの。何？こうつけるんですよ。ちょっと今音流れちゃってるけど、このね形がねすごいんですよね。すごいですよね。イヤーピースこれしか使えないんで、カスタムイヤーピースを今後ファイナルさん出すっていうのはおっしゃってたから。ですごく取り出しづらいで、取り出し開けづらいのもあります。そう開き方がまず分かんないこれね。でこれさっきね間違えて開けそうって壊しそうだよ。で質感がなんだろうな、 ZE3000 ってイヤホンと一緒で、ちょっと何素材か忘れちゃったんですけど、これは付け方を間違えたりし、あとイコライザーの設定間違えると音こもりすぎて、何これ本当にいいイヤホンなのってよくネット上で賛否両論分かれた。でも見た目がさ奇抜だから、なんかちょっと人と違うものをつけたい人には最高かもしれないね。最高ですね。目立ちますね。かなり目立つね。何それってね、二度見されるね。今日静岡から来た時につけてたんですけど、やっぱり、みんなこの形してないんで、目立ちます。都心では目立ちますからね。いや見たことないものつけてるんです。そんなの。でごめんなさい、こちらは老舗だよね。日本って言ったらもうビクター、ソニーっていうかビクターじゃないかなと。こちらに関しては HAFW1000T に関しては、これ木がドライバーにイヤホンを動かす部分に使われてます。ウッド振動。そうこれフラッグシップのね。フラッグシップです。今多分3万ちょいで買えるんですけど、僕が買った時39,600円とか800円。ビクターって言ってコンポのスピーカーもウッドコーンって言って、木の振動板を使ったウッドコーンっていうね、それを小型化したイヤホンっていうかね。有線も僕持ってて1500持ってて、正直言うと音が静かで温かみがあって、外じゃ聞けない音かなと。ワイヤレスも同様なんですよね。でビクターさん自体がもう滑らかさもあるし静かさもあるんで、これも別のワイヤレスイヤホンもあるんですけど、ちょっと今回ごめんなさい静岡に置いてきているので、こちらもビクターは結構大人のイヤホンかなって思いますね。すごく繊細でね。
で、はい、こちらは日本代表日本代表テクニクス、パナソニックさん、テクニクスっていうと DJ の機器で有名なメーカーだったので、パナソニックの高級オーディオブランドという形で、これケースもコンパクトでね、そうですね、中も割となんかそうまあ普通のね、よくある形というか。初代に関してはバッテリーの問題とかと大きかったので、これ今一番新しいやつなんですか？新しいやつです。あこの夏、この冬出るかなと思ってたんですけど、ちょっと今回は出なかったので、で AZ60、これフラグシップです、今テクニクスに関しては。でちょっとどっちに行こうかと思うんですけど、ドイツ代表から、はい、来た。ゼンハイザー。ゼンハイザーは皆さん下手したら知ってるんじゃないかなと。家電店とか行ったら必ず今強調されてるぐらい、ヨドバシさんとか行くともうゼンハイザーのブースがあるぐらいなんで、これがフラグシップモメンタムトゥルワイヤレス3、今年の5月に2022年5月ね、出ました、はい、これ聞いた時に、他のイヤホン聞けねえなと思っちゃいましたね。もう低音、中高音域はいいんですけど、ギターの音が多分一番聞きやすいで、ボーカルに関しても聞きやすいっていうのがあって、これモメンタムはこっちなのは前のモデル、これは前のモデルです。ちょっとこれさ並べてみても、開けて、これがどれが一番新しいの？これが一番新しいやつ。これがじゃあ一番新しいやつ。一番新しいこれね。はい。で次がこれです。これが2。初代藤谷エリックさんで売ってました。ちょっとこれ注目です。見て、ちょっと1個持ってこれね。はい、これこんな感じ。これが初代、2代目、3代目、はい。再来年4代目が出るかな。これ形はみんな一緒なんだよね。一緒ですね。初代と2代目に関しては一緒で、3代目からちょっと大幅に変えましたね。ちょっとちっちゃくなった？ちっちゃくなりましたね。なんかこのなんかキラキラした見た目がね、すごいモメンタム良かったけど、ちょっとシックな感じになったのかな。なりましたね。でノイキャンも強くなって、ソニーボーズほどではないんですけど、聞ける、ノイキャンも少しずつ強くはなってるかな。このケースの布感っていうのかな、これがファブリックな感じのね、これがねすごくねいいんですね、これね。大人な感じの大人そうなんかプラスチッキーな感じっていうか、そういうね、ガジェット感がちょっとないというかね、いいですね。でこちらもゼンハイザーからなんですけど CX っていうシリーズになります。これどういうスポーツ系とか？これはカジュアル寄りかなって若干思いますけど、ただカジュアルでは僕はないかなと。ちょっと値段を下げてるので、モメンタムはどちらかというと質感とか、音量、音質とかそこら辺を重視してるかと思うんですけど、ノイキャンとかこっちもそれを重視してるんですけど、ゼンハイザーらしさっていうのはありますね。ちょっと値段を抑えたね。抑えてあります。ちなみに実売でどのぐらい違うの？こっちが今買うと3万7,000円ぐらいです、フラッグシップね。こっちが2万円弱。じゃあ1万円ちょっとの値段の違いがあるわけだ。でこっちが多分1万2,000円とか1万1,000円ぐらいで買えたかと思います。僕買った時は1万4,000円でした、これ同じシリーズ？同じシリーズです。で新しさが違う。こっちはノイキャンと外音がついてない、防水はついてます。こっちはノイキャン外音ついてますね。本当カジュアル感を求める人向けって感じですね。でもゼンハイザーの音が楽しめる。でこっちに関してはこれなんだっけ？スポートトゥルーワイヤレス。スポーツ向けです。スポーツ向けね。これ面白くて、防水とかね。イヤーピース、イヤーピースを変えれることができて、いわゆる開放型って言って全部の音を取り込むやつと密閉型、標準のイヤーピースを2つ変えれると楽しめるんですよね。で僕今これ開放型にしてて、AirPods 3に近い感じの、だから外の音が全部入ってます。全部入ってる。若干確か AirPods 3ほどは全部の音が入ってるかってそうでもないですけど、ただ近いっちゃ近いです。でもノイキャンはないの？ないです。ノイキャンないのね、もう基本的にね。でここで言うんですけど、ゼンハイザーって、ノイキャンは正直言うと坊主ソニーとかアップルからしたら強くはないですけど、本体の遮音性が、イヤーピースの高いんで、パッシブ物理的なノイキャンに関してはおそらく業界ではトップクラスじゃないかなと思います。
これチップがいいのかね。チップとあと本体の作りがいいと思います。はい、密閉感が、装着感に関しても多分この中じゃ一番いい方じゃないかな。なかなかこのイヤホンはね、このメーカーによって若干形が違って自分に合う合わないとかね、あるんで難しいんですけどね。じゃあバンガンドルセン。はい。じゃあバンガンドルセンさん、今日は3台、4台来てます。はい。一応初代ってわけじゃなくて、実はこの前にも、初代とか2代目とかあるんですけど、ちょっと一番気になってたのがビオプレイの E8 っていうシリーズがこちらの2つになります。2020年発売。サードジェネレーションですね。サードジェネレーション、最新モデルのフラッグシップ。その時はフラッグシップでしたね。当時フラッグ、当時多分4万円ぐらい。なかなかね。でこれ僕直営ストアへ買い行きたかったんですけど、なかったんですよね。かっこいいな。かっこいいですね。ノイキャンはついてないですよ。外音トリコのやつついてますね。でこれもここのメーカーの特徴的なのが本体の遮音性がすごく高いんで、ノイズキャンセリングは強くないんですけど、本体の遮音性が高いおかげで、ノイキャンもいらねえんじゃねえのっていうぐらい。これノイキャンついてない？この2つはついてないです。もうかなりフラッグシップモデルだけど、外音取り込みはついてます。遮音性が高いからね。ノイキャンはついてないけど、外音取り込みはついてると。面白い。イヤーピースがコンプライっていうイヤーピースがついてる。標準標準コンプライ。これコンプライってイヤーピース専門のメーカーですけど、遮音性が高くて低音も伸びて低反発系のやつなんですよ。これがねすごくよくて、結構お値段もいいんですけどね。これが標準でついてくる。一つついていますから M サイズですけどね。シリコンとは違って、ちょっとつけるのに少しコツがいるんだよね。ちょっと縮めて、低反発だから一回縮めて入れると膨らんで遮音性が高まる、装着感が良くなるのね。で本体の密閉性なんですよ。装着感もこの目がいいので、すごく奥まで行くんで遮音性がすごい高まって、一回小田急線で乗った時も新宿から町田までやった時も、全然もう新宿駅から発車する時の地下を通る時の音、すごくうるさいんですけど、あれがほとんどカットされて、俺ノイキャンついてないんだよなって最初思ったんですけど、音楽かけてるともう全く分かんない。結構ノイキャンが強いやつだと、その元々の音楽なんか聴きながら聴いてると、音楽の音をちょっとね変えちゃってるようなねノイキャンってあるんだけど、だったらもう遮音高くして忠実な音を流した方が音楽的にはいいのかもしれない。ノイキャンによって音質変わるっていうメーカーかなりあって、ここの多分12月に発売されたヌワールさんの NEXT1 とか、あとこれのちょうどヘッドホンビオプレイ、HX に関しても同じで、ちょっと音質は変わるかなと。でデビアレも若干ノイキャンありとなしで変わってくるかなと思います。でバンガンドルセンに関してはそんなに今のところ変わんないかなって形で、ゼンハイザーは全く変わりませんね。そうやってるんですよね。素晴らしい。でヨーロッパのメーカーに関して言うと、ノイキャンがそんなに強くないメーカーが多いので、ジャブラさんは今ここにいないんですけど、今日いないんだね。ジャブラもデンマーク代表なんでジャブラは若干強いところもあるんですけど、ただヨーロッパって比較的にノイキャンに関しては自然なところが多いっていうのがあって、そんなに強くないですね。だから日本人とアメリカ人からするとちょっと物足りなさはあるかもしれないんですけど、その分本体の遮音性を高めているっていうメーカーが多いので、あとはここにやつはヌーブルっていうメーカーがあって、アメリカなんですけど、ファルコンとかフォーカスシリーズっていうので有名なところがあって、そこも遮音性は高いです。ノイキャンっていうと物理的なパッシブノイズキャンセリングと電子で与えるアクティブノイズキャンセリング、一般的に今世間でノイキャンって言われているとアクティブノイズキャンセリングのことを言ってると思うんですけど、誤解されてほしくないのがノイキャンは2つあるよっていうのと、一概にアクティブノイズキャンセリングが強くても全部をカットするっていうのがちょっと難しいのかな。そうです。低音をね主にねカットするようなね、
人の声までをカットするとなると、ちょっと今の技術だとどうだろうっていうのが、物理的なね、パッシブノイズ、あとアクティブっていうのがその電子的なやつですね。反対の音をこうやって流して打ち消すみたいなね。外と中に、大体どこのメーカーも作ってると思うんですけど、そうですね。今日あともう一個あったっけ？なんかこんだけか今日は。一応あとこれなんだっけ？これもこれまだよね。失礼しました。B&W イギリス代表で、これも当時出た時って、僕もちょっとこれを見せて。飛行機でエミレイツかドバイのファーストクラスで確かここのヘッドホンがあるなっていうのはファーストクラスヘッドホン PX だったかな。であとカーステレオも確かポルシェかマゼラティかな、どっちかがこの B&W のスピーカーを使ってたっていう記憶があります。結構この車メーカーに供給しているスピーカーを作ってるメーカー多いね。BOSE さんはマツダとか日産のやつですね。JBL さんとかはここにないですけどトヨタのハリアーとかカムリとか、そうね。あとはレクサスはマーク・レビンソンってメーカーですね。それどこのメーカー？マーク・レビンソンアメリカかな。アメリカか。じゃあとりあえず今日の、出場者、17名は今紹介したのが17名の今日の参加者です。